どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回ですね、先日発表されました、ソニーのこの新体験完全ワイヤレスイヤホン。このリンクバッツをですね、正直にこれレビューしたいと思います。実際にですね、ちょっと数日がっつりとちょっと使ってみたので、これは正直ね、結構面白いなと思いました。どういったところが面白いのかっていうのはね、これからお話しするんですけども、数日なんですけども、使ってみて、ここはすごい良かったなっていうところ、もちろんですね、ここはちょっと気になるなっていうところも、出てきたので、基本的にはすごい良かったんですけどね、そこも全部ね、正直にお話しできればなと思っております。なんで、ね、ぜひちょっと最後までご覧いただければと思うんですけども、皆さんね、普通のイヤホンって当たり前なんですけども、耳を塞ぐじゃないですか。何を言ってるんだっていう感じだと思うんですけども、特にやっぱ最近のイヤホンとかってね、ノイズキャンセリング、搭載のものとかが多いので、方向性としては周りの音を消すっていうかね、方向性の製品がね、非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、代表的なものだと、AirPods Pro とか、ソニーだと WF のね、1000X Mark IV とかが売れてたりしますけども、もちろんそのノイズキャンセリングとかで音を消せるっていうのもね、非常に便利だと思うんですよ。僕も使ってるんでわかるんですけど、ただこれ問題もあってですね、周りの音聞こえなかったりするので、普通にね、危なかったりとか、外のね、音を取り込む、外音取り込みモードとか、そういうのもあったりはするんですけど、周りの音とか声ですね、自分の特に声とか含めて、どうしてもこもったりとか、電子的な音にね、なりがちなところが多かったりするんですよね。やっぱり長時間ね、やっぱつけてると耳の中がね、ちょっと痒くなったりとか、圧迫感感じる方とかもね、いらっしゃいますし、耳の中に入れるんでね、入れたりするので、汚れたりとか、イヤホン自体もやっぱね、劣化、イヤーピースとかも劣化しやすくなったりとか、そういった問題もあるわけなんですけども、今回紹介するですね、このリンクバッツ、結構周りの音を消すっていう方向性とは、この全く逆の製品なんですよね。むしろなんで穴開いてるんですけど、このイヤホン。もうなんで穴開けちゃえばいいんじゃないかっていうね、逆の発想っていうかね、なんでイヤホンなのに穴が開いてるっていうね、構造になってます。なのでですね、自然とこの周りの環境と本当調和して、音楽を聴きながらでもなんかそのつながりを感じれるというかね、なんかそういったイヤホンになってますね。そういった意味でやっぱ最近のイヤホンとは違った体験がね、できるんじゃないかなっていう、僕も身をもってね、感じたんで、実際にじゃあそれどうなのかっていうところをですね、機能面とかも含めてですね、僕が感じたことも含めて、ここからちょっとお話ね、していきたいと思います。なんで僕自身もですね、ガジェットのブログを4年ほど運営してたりとか、この YouTube 自体もですね、1年半ぐらいで100本以上の動画上げたりしてですね、ありがたいことにこう1万人ね、以上の登録いただいております。全然まだまだなんですけども、今回紹介する動画以外もですね、こういったレビューの動画とか、こういったものできる限りね、わかりやすく解説して発信していきますので、興味ある方はチャンネル登録だったり、横のね、通知ボタンも一緒にね、ついでに押してもらえればと思います。まずはこのリンクバッツのパッケージ、箱なんですけども、10X Mark IV とかと同様にですね、最近のソニー製品同様に、包装にプラスチックとかは本当に一切使用しない紙でね、全部これできてるんですよね。非常に結構小型ではあるんですけども、中に付属品とかをね、うまくね、収納されてまして、結構ギミックとかも面白いんですよね。中身としては、ケーブルと耳のね、大きさに合わせて変えれるフィッティングサポーターっていうのがね、後ほどちょっと詳しく説明しますけど、替えが入ったりとかしてるんですけども、やっぱ無駄なものがないっていうのね、環境に優しいのもそうですし、ゴミがね、やっぱ少ないので、あとスペースとかもね、取らないので、僕らとしても非常に嬉しいかなっていうところで、箱自体もシンプルでかっこいいんで。ということで、まずちょっとね、デザインから見ていきたいと思うんですけども、実際にね、ここにあったりするんですけど、まずはちょっとケースについてですね、ケースについてなんですけども、これ最初ね、見た印象としては、本当に非常にですね、コンパクトで、めちゃめちゃ小さいなと思いました。他のやっぱりね、こういった製品と比べてもですね、最近のものだとね、多分ほぼ最小レベルというか、小さくて軽いんじゃないかなと思いますね。今回はホワイトモデル、カラーとしては、ブラックモデルもあるんですけども、これでもホワイトというよりかは、グレーっていう言い方が多分ね、グレーめな白色にはなってるんですけども、ケースの触り心地とかもですね、結構良くて、適度にね、結構サラサラしてて、ちょっとマットな感じ。これボタンがついてて、これを押して開ける方式っていうね、ものになってるんですけど、押したらね、こう勝手に開いてくれるんで、非常に僕、個人的には使いやすいなとは、思ったりはしたんですけども、で、あとは裏側にですね、USB Type-C の端子と Bluetooth のペアリングのボタンがあるくらい、それぐらいでね、非常に結構ケース自体はシンプルかなと、小型でいいんじゃないかなと思いました。本体を、ケースに戻す際もですね、こう磁石でこうカチッとね、吸い付けられるようにね、収納されるので、最近は大体そうなんですけどね、非常に使いやすいんじゃないか
かなと思いました。でこの磁力もね、結構強かったりするので、かなりこう振っても、全然落ちないかなっていうところで、結構安定してるかなっていう。ケース自体はちょっと残念ながらワイヤレス充電には非対応という形になってるんで、ここは注意が必要かなと思うんですけども、なので、有線の USB Type-C 端子で、充電する形になるかと思いますね。デザインについては、個人的には結構小さくてね、可愛い。ホワイトモデルに関しては大理石みたいなデザインなんですよね。こうなんでおしゃれな印象。女性の方とか持ってもね、全然可愛らしい感じでいいんじゃないかなと思いますね。ケースも、結構小さいんですけども、本体はさらにね小さくて小型で、だいたい約 4.1g 片方で、なんで持ってもねほとんどね重さっていうのをね感じないぐらいちゃいですね。イヤホンというよりは本当になんかどっちかというとアクセサリーみたいなイメージ、イヤリングみたいな感覚ですかね。一応ね、1000X Mark IV と、比べると、本体は 51% 小型化ということで、ほぼ半分くらいの大きさになっているということですね。で、本体の形ね、こちら見ていただいて分かる通り、なんかイヤリングみたいなね、もう穴が開いてるデザインで、普通にファッションアイテムとしても結構おしゃれでね、かっこいいかなって僕は思いました。デザイン自体は変わってるんですけど、耳とかにはめたらね、変な感じもなくて、非常にいいかなっていうところで、本体のこれ付け心地に関してなんですけども、これ普通にいいかなと思いましたね。長時間、例えば装着しても、特に耳が痛くなるような、ことはなかったですし、そもそもやっぱ軽いので、つけてるのね、普通にこれちょっと忘れちゃうぐらい、これずっとね、つけてられますね。特にやっぱ外の音がこう自然と聞こえてくるので、本当につけてることね、忘れちゃうというか、自然とずっとつけてられるっていうのはあると思います。で、つけ方っていうのがね、あるんで、ちょっと外れやすいんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思うんですが、小さくてちょっと透明でね、目立ちづらいんですけども、さっき言ったフィッティングサポーターっていうのがね、ついてて、自然とこうフィットするっていうね、形になってますね。これがちょっとね、小さかったらポロってね、最初落ちたりはしたんですけど、ちゃんとサイズを自分のものに変えたら、しっかりフィットしますね。はい。で、これがいいのが、ちょっと耳がね、あんま痛くならないんですよ、これ。で、サイズがね、XS から XL まで結構付属でついてるんで、簡単にね、取り外して変えたりできるんで、フィットしたのを選ぶと、もちろん全然これ走ったりしてもですね、取れないですね。なんで運動とかも大丈夫かなと思います。使い勝手ですね。操作方法とかについてなんですけども、普通に使った感じは非常にね、使いやすいかなと思いました。で、イヤホン本体ですね、タップして、ポンポンって押すと、音楽の再生停止とか通話とかもできるんですけども、これ他にもね、操作方法があって、これなんとね、自分の顔っていうのがね、耳周りが、ボタンになります、これ。これどういうことかっていうと、ワイドエリアタップっていうね、機能。耳の周りですね。大体耳のこの前側とか、耳タブぐらいまでですかね。2回または3回タップですね。2回で例えば再生、一時停止、あと楽曲のスキップですね。3回で楽曲スキップしたりとか、そういった操作が、ここをポンポンってするとね、これできちゃうんですよね。これちょっと面白いなと思いました。ちょっと耳の下とかはね、ここら辺、顎あたりはちょっとね、厳しいんですけど、大体耳の上からこの下の、だいたい前側のスペースですね。ここら辺でタップするとね、操作できるんですけども、こういった機能ってね、結構反応がなんか悪かったりとかしがちなんですけど、これ実際使ってみたんですけど、普通に使えますね。反応は結構良くて、正直結構驚きましたね。ソニーのね、ヘッドフォンズアプリっていうので、音量調節を例えばね、本体でできるようにするとか、そういった設定もできます。これ結構地味に便利かなって思いましたね。あとは、片耳だけで、例えば音楽再生ですね。片耳だけで通話したりとか、片方をケースに入れた状態で使う。で、片方だけこっちで電話するとか、そういったことも使えますし、イヤホンをですね、こう耳から外すと、例えば自動で音楽停止するとか、装着感知みたいなところですね。とかアプリで設定すれば逆に外しても音楽を停止しないようにするとか、そういった、意外とこの細かいところもサポートしているかなっていうところで、なんで基本的な機能だったら嬉しいなみたいなところは大体ついてるので、結構使いやすいのじゃないかなと。ペアリングに関してなんですけども、基本的にこれケースから出せば普通にこれ検出されたので、簡単にペアリングもできますし、もちろんそこは最初にね、もうペアリングしておけば、ケースから出せば自動的にスマートフォンとか接続してくれるので、そこら辺も同じかなっていうところで、例えば Android とかだと、Google ファストペア使えるので、ペアリングボタンを押せば、ポップアップみたいなのがね、こう出てくるんで、
まあ、ペアリング自体は結構簡単なんじゃないかなと思いますね。Bluetooth の接続とかに関しても、まあ僕が使った範囲ではね、まあ基本的に非常に安定してるかなっていうところで、まあ遅延とかも、まあ特には感じなかったです。左右の同時で転送方式っていうのね、使ってるので、それに加えてですね、統合プロセッサーの V1 っていうのが入ってるんで、なんで 1000X Mark IV とね、同じものが入ってるんで、通信のアルゴリズムっていうのね、もう最適化されてるみたいなんで、安定してるんじゃないかなと思いますね。あとはマイク性能もね、これ普通にいいですね。まあオンライン会議とか、今やっぱテレワークとかで使われる方多いと思うんですけど、これ全然OK かと思います。はい、今ね、リンクバッツの方で、収録してます。一応MacBook Pro のね、カメラで撮ってるんですけども、音いかがでしょうかね。まあ、結構今、エアコンとかもね、ガンガン今つけてて、周りの音はしてるんですけども、どうですかね。なんかいいですね。これをオンライン会議してる気分で、ちょっと見ていただければと思います。例えば結構周りがうるさいような状況でもですね、このなんか AI が入ってて、まあ自分の声か、まあ周りの音っていうのを、まあちゃんと認識して、じゃあ自分の声じゃないやつをノイズを抑えようっていう風にしてくれるということなんですよね。これ結構すごいですね。後ろでガヤガヤしてるカフェみたいなところでもね、オンライン会議とかしやすいのかなと。防水機能については一応 IPX4 の対応なので、生活防水ぐらいにはなりますかね。まあ水しぶきとか、ちょっと小雨とかね、まあ汗ぐらいなら大丈夫かなっていうところ。ただ完全防水っていう感じではないですね。落としちゃうとちょっと厳しい。水の中にポチャンっていっちゃうとちょっと厳しいかもしれないです。で、充電持ちについては、まあ本体のみでだいたい 5.5 時間。ケース込みで、まあ 17.5 時間使えるね、まあ仕様にはなってますんで、普通に使った分にはね、特にそんな充電切れみたいな起こることは、まあ僕はなかったですかね。ただやっぱケースがちょっと小さめではあるので、まあ 17.5 時間はまあちょっと少ないかなとね、感じることはあるんですけども、まあやっぱ本体とか、まあノイズキャンセリングとかがね、やっぱりまあない分、持ちとしてはね、まあいいんじゃないかなっていう思いますね。まあ余計にやっぱノイズキャンセリングとかいろんな機能がね、入ってるとその分充電の持ちっていうのは悪くなるんで、普通に使う分だとそんな問題ないんじゃないかなと思います。充電に関しては。あとまあ10分の充電でですね、まあ90分の再生時間可能な一応まあクイック充電っていうね、機能もあったりするので、まあ最悪充電なくなってもちょっと待てばね、まあ使えるようにはなるかなと。気になる音質についてなんですけども、これちょっとね、普通に良くてびっくりしました。いい意味でびっくりしたんですけども、こういった結構まあ開放型とか、まあ穴が開いてるタイプのイヤホンって音質っていうのは下がりがちっていうか、まあどうしても普通に耳の中に入れるまあカナル型とか言うんですけど、まあそういったイヤホンとかと比べると、まあどうしても劣るね、場合が多いんですけども、全然リンクバッツの場合はね、結構まあ音がクリアで、まあ非常にこう綺麗に聞こえるなっていう、印象ですね。とはいえさすがにね、こういったカナル型とか、まあ密閉するイヤホンとかと比べると、まあ迫力とかね、低音はまあさすがにちょっと劣ったりはするんですけど、個人的にはAirPods Pro よりはいい音でした。まあいい感じはしました。まあ僕個人的な意見ですよ。はい、まあ理由としてはやっぱり 12mm のこのリング型の部分にドライバーユニットがですね、これ入ってるんですね。っていうのと、まあ先ほどちょっと話した統合プロセッサー V1 っていうのが入ってまして、これって WF のね、1000X Mark IV に入ってるものと同じなんですよ。まあ Mark IV はノイズキャンセリングこちら搭載モデルなんですけども、まあ一応上位版っていう形になるのかな。それに加えて、まあ DSEE っていうものをね、使えるので、音をですね、この Bluetooth で転送するときに、まあ送る際にそのデータの量をまあ圧縮されてるんで、圧縮音源とか言われるんですけど、小さくして送るんで、データの量を。まあどうしても音質っていうのは下がりがちなんですけども、まあこれ DSEE、まあアプリでこれオンオフできるんですけども、まあそしたらいい感じにしてくれます。これまあソニーの技術なんですけど、まあこれはね、オンにした方がね、おすすめかと思います。アプリとかでまあイコライザー調節して、まあ自分好みにしたりもいいですし、音楽によってこう変えたりね、なんかメロとかいろいろあるんですけども、バラードとかによって変えたりとか、そういったものできるので、まあこれ結構ね、変わりますね。まあそういったこともあってか、まあ音はですね、結構ね、WF1000X Mark IV にかなりまあ似てるなっていう印象を受けました。構造上さっきみたいな、まあ周りの音がね、聞こえるんで、まあ没入感とか迫力とかはまあちょっとやっぱ下がるんですけども、まあ個人的には全然ね、これでも満足かなって思いました。本当になんか普通のイヤホンで聞いてるような感覚で聞けます。まあその代わりやっぱね、いい点としては外の音も自然と入ってくるんで、周りの音がね、なんかその BGM みたいな感じで、なんか一体化してね、聞けるんですよね。これがなんか新しい体験だなと思い
いまして、骨伝導イヤホンとかに、近いんですかね、体験としては。こういった新しい体験できるのが、リンクバッツの非常にこれいいところなんじゃないかなと思います。もちろん自然の中とか、街中とかでもね、いいんですけども、歩きながらとか走りながらとか聞くとですね、なんか普段はね、なんかやっぱ騒音にね、思うものがなんかで、BGM みたいに音楽と合わさって聞こえるんで、これめちゃめちゃいいなと思いました。新しい体験です。ただ、LDAC とかにはね、非対応なので、できるだけ例えば高い音質を求める人とかには向かないんじゃないかなと思いますので、そういったところこだわりたい人は、やっぱ M4 とかの方が、1000X M4 の方がおすすめなんじゃないかなと思います。こちらもちょっとレビュー動画あるんで、ぜひね、参考にしていただければと思います。あと今後ね、やっぱ、ソニー含めて新製品登場したらどんどんレビューしていきますので、ぜひチャンネル登録、興味ある方チャンネル登録、横の通知ボタンも一緒に押して、お待ちくださいませ。ありがとうございます。はい。あとね、ちょっと質問としてなんかありそうだったところなんですけども、AirPods Pro のじゃあ例えばね、外ボン取り込みモードみたいなんでいいんじゃないかってところ、僕もちょっと正直ちょっと思ったりはしたんですけど、一応両方つけてこれ比べてみたんですけども、結論としては、ノイズキャンセリング別にいらないんであれば、リンクバッツが僕はいいんじゃないかなと思いました。もちろんその AirPods Pro とかのね、外ボン取り込みモードも、結構自然だったりして、いいんですけども、多少やっぱまだ電子音的なところもね、音を変えてるなみたいな、感じをもちろんしますし、あと良くも悪くもですね、音を取り込みすぎるっていうね、ところがあって、もちろん人の声とかはクリアに聞こえるんですけど、例えばそのエアコンの音とかね、無駄な音もなんか取り込んじゃうんですよね。どうしても聞こえてきちゃうと。で、リンクバッツはもちろんね、この穴開いてるんで、自然にこの周りの音っていうのを取り込んでくれるんですけど、一応多少ね、耳を覆ってるような構造にはなるので、多少なんですけども、若干の遮音性があるんですよね。それは一応ね、カフェとかで僕も使ってみたんですけど、なんかね、それがちょうどいい感じなんですよね。もちろん会話とかもこの味でできますし、あとやっぱ散歩の時とかにね、耳を塞がないっていうのが自然で、非常に心地よいかなっていうところで、風が例えばこうなんか耳を通るね、感じがするとか、やっぱ自然に風とかも通り抜けていくので、普通のやっぱイヤホンとかだとね、耳のところは埋まってるんで、塞がってるんでね、もちろんそういった意味で AirPods Pro とかも優秀なんですけども、結論としては僕はその音を取り込むっていうところで言えば、やっぱりリンクバッツが非常にねいいんじゃないかなと思いましたね。ここから実際にちょっと使ってみて、逆にこう残念だったところというか、気になった点ですよね。この辺も正直にちょっと話したいと思うんですけど、正直荒探しっていう感じではありますけど、まず1個目としてはですね、ケース、充電がですね、ワイヤレス充電に非対応っていうところですね。ちょっとさっきお話ししたと思うんですが、いわゆるその置くだけ充電というのは対応してないので、僕の場合はやっぱ基本的にワイヤレス充電で、イヤホンやっぱ毎日使うものなんで、こう、毎回抜き差しはめんどくさいなっていうタイプなんですよ。そこはなんでちょっと気になったなっていうところ。どうしても価格帯的に、考えたらもうちょっと対応してほしかったなっていうところはありますね。ただおそらく多分ケースをできるだけ軽くしたいとか、ワイヤレス充電入れると多分ちょっと重くなっちゃうっていうのはあると思うんで、あとコスト面とかで削ったんじゃないかなと思いますけども、2つ目として多少の音漏れっていうのはね、これありますね。基本的にはそんな気にならないんですけども、特にやっぱ音量をですね、結構上げた場合、iPhone とかそういったもので言うと、スマートフォンで言うと多分 70% から 100% 以上とか、ゲージの真ん中よりちょっと上の方にすると、構造上結構音漏れっていうのはあるかなって思います。ただ別に外とか、カフェとかで、例えばちょっと音楽流れてたりとか、ある程度ちょっとガヤガヤしてるような状態だと、多分ね別に目立たないと思うんですけど、かき消されるんですよね、周りの音で。ただやっぱある程度なんか密閉されて、なんか静かな環境とか、そういったところで音量を大きめにすると、割と音漏れてんなっていうのはわかります。なんで、例えば静かな場所で人がこう周りにいるような、環境ではちょっと使いづらいかなと。別に気にしないんであれば、周りの人を俺は気にしないでっていう人はいいと思うんですけど、はい。僕は気になるんで、例えば図書館とか、結構静かめなカフェとか、そういったところではちょっと使いづらいかなと思いますね。音量上げづらいって感じ。音量ちょっとやっぱ下げれば、音漏れは防げるんですけど、逆に言えば、そういった場所以外では、ほとんどの環境で使えるのかなっていうところで、特にやっぱ、自宅とかで、なんかテレワークしてるとか、めちゃめちゃいいと思いますし、外とかね、別にそんな気にしなくていいし、そういったものではかなりその威力を発揮するというか、それ以上に結構メリットで上回る感じはしてます。で一応価格と発売日についてなんですけども、ソニーストアの方で今税込みで23,100円っていうね、
形になってまして、一応2月25日、これ発売ということになってます。で、動画の時は、一応予約が、開始、これ出した時は出ているので、気になる方、今気になっているような方で、特にじゃあ発売に欲しいみたいな方だったら、これ多分予約した方がいいんじゃないかなと思いますね。これもう普通になんか案件とかそういう意味全然忖度なしで、正直ね、これ普通に売れるんじゃないかなっていう気がしてますね。コンセプト自体がやっぱりで、まず良かったりしますし、結構意外とこれね、他にないような製品で、周りの音がやっぱ自然に聞こえて、音質もなかなかいいんで、全然装着感気にならない小型でケース自体もちっちゃいしっていうので XM4 の時もこうレビューさせていただいたんですけど、その時もねやっぱめちゃめちゃ売れるなと思ったんで、それに近い衝撃があったりするんで、はい、で実際にその Mark4 とかはね実際すごい売れたと思うんで、リンクバッツもなんか売れそうな予感がしてます。僕は全然煽りとかじゃなくてね、ちょっとなんでまとめると、リンクバッツおすすめの方とおすすめじゃない方についてですけど、例えば自宅でこうテレワークしてる方とかだったり、あと家事とかしながらですね、作業でながら聞きですよね。散歩とかそういうのもそうですけど、そういった時に音楽を聴く方とか、あとはやっぱさっき見た外で歩きながらとか、散歩とかね、僕やってみたんですけど、めちゃめちゃ良かったですし、自然の中とかめちゃめちゃ最高ですね。はい。あとランニングとか、外のね、音と一体となってこの音楽が一緒に聴けるので、普通に安全面としても、音が一応聞こえ、あんまり音量上げるとちょっと聞こえなくなっちゃうんですけど、外の音も自然と一緒になって聴けるので、めちゃめちゃ体験としてはね、良かったです。普通にカフェとかの、作業とかでもね、非常にめちゃめちゃ静かみたいな状況じゃない限りは使えるんじゃないかなと思います。逆にこれおすすめしない方はですね、やっぱまずはノイズキャンセリング、音を打ち消して静かにするような機能が欲しいっていう方にはもちろんこれ向かないですし、そういった静かな環境にしたいみたいな方ですね。ただそこに関しては一応僕もね、そのノイキャン民じゃないけど、基本そういったね、イヤホン使ってるんですけど、結構それでもね、なんか開放型これいいなって思ったぐらい、なんかね、試してみる価値っていうのは全然あると思いますね。なんか新しい体験なんですよね。これもなんかこれでありだなみたいな。あとはやっぱ電車内とか、図書館とか、比較的その小さい空間で静かな場所ですね。電車はもちろん時と場合、電車内とかそのステーションによると思うんですけど、静かで結構周りに人がいるような状況ですよね。そういった環境だと、どうしても音漏れの問題があるんで、向かないのかなっていう、ちょっと音量下げて聞かざるを得ないみたいな感じになっちゃうんで、理由としては音量上げると結構音漏れがあるからっていうところですね。なんで別に音漏れしても気にならないみたいな状況だったら全然いいんじゃないかなと。ちょっと気になることとかあればですね、コメントで気軽に質問いただければと思います。基本的に全部見させていただいてますので、今回の動画以外もですね、ガジェットのレビューとかね、今後のもちろん Apple 製品、ソニー製品についてもね、できるだけわかりやすくね、動画にして発信しておりますので、ぜひチャンネル登録、この通知ボタンも興味ある方はぜひ押していただければと思います。ありがたいことに現在1万人以上の方にね、登録いただいております。ありがとうございます。はい。今回も動画見てくれてありがとう。この動画少しでもね、ためになったと思ったら高評価だったりですね、感想、こちらの方もコメントいただければと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。いや、面白い。面白いわ、これは。これはちょっと、予想のなんか斜め上いった感じですね、これは。面白い。